皆さんこんにちは、バンガローチャンネルのアクト。カンカンです。はい、ということで今回はザ・ネクストステージのデッキを紹介したいと思います。はい。ということで、何のデッキが知りたいですか？そうですね。やっぱ一番ネオネクターやったーやったー。今日紹介するのはネオネクタールのデッキかなと思います。はい。今回のネクストステージの特徴としては、トライブデッキ買ってブースター買えば大体いいよっていう感じなんですけど、一番そのいいヨ度が高いのはネオネクタールかな。いやアルトバイルかもしれないわでもネオネクタールもそんなに昔のカード使わなくてもいいかもなという感じではありますので、ぜひぜひ参考にデッキを組んでいただければと思いますが、ネオネクタールって何するのっていうところで、ネオネクタールは2つのアーシャがいるんですけど、このね、ラナンキュラスの花乙女アーシャと夢紡ぐラナンキュラスアーシャというこの2枚のカードがあります。でこのアーシャはちょっとずつ能力が違うんですけども、共通して持ってる能力はこのアーシャの花寄せトークンを出すことができるという部分で共通してます。このアーシャの花寄せトークンはアーシャになれる能力、アーシャになれるって何っていう感じなんですけど、アタックした時にヴァンガードがアーシャだったらアーシャ含むヴァンガードと同じパワーとクリティカルになります、っていう感じなんで、とにかくヴァンガードを強くしたりとか、この花寄せトークン出すことに命をかけたりとか、する感じになると思いますが、基本的にはこの夢紡ぐラナンキュラスアーシャに乗って戦うような感じになると思います。でこの夢紡ぐ方のアーシャは場にアーシャと名の付くカードが2枚あるとパワーが上がって3枚あるとクリティカルが上がるんで、こんな感じでアーシャを3面並べるか、もしくはこれ2ターンかかるんですけど花寄せ2ターン並べるかみたいな感じになるのがいいかなという感じです。でこのねトライデッキのアーシャの方はリアガードでめちゃめちゃ強いんで、リアで使ってください。でこのアーシャの花寄せはね V のパワーとクリティカルコピーできるんですよ。でこの子が自分の能力で23000クリ2までいくんですけど、1取るか2取るかっていう問題があるんですよね、ギフト。確かにそれは確かに気になりますね。でこの間カンカンはギフト2取ってたと思うんですけど、そしたら23000クリ3なんで結構殺意は高いんですけど、僕個人的なおすすめとしてはフォース1かなと思います。なるほど。っていうのが23000クリティカル3にした時に、トリガー出たら結構強いんですけど、例えばクリティカル12枚とか積んで、新しいクリティカルもあるし、多分16クリできるのかな。そうです、16枚のクリティカルできます。でクリ出たら4点入って勝ちですみたいなのもできるんですけど、実はこのアーシャってゆっくり戦うのが得意なんで、トリガーに頼らない方向でいくとフォース1かなと。なるほど。運任せじゃなくて相手をじわじわ詰めていって、クリティカル2にして、そしたらこれ33000あるからさ、33000クリーンが2パー飛んでくるのってもうそれだけで強くない？でまたもう1回乗れば43000になっていくからっていう意味で、フォース1が個人的にはおすすめかなと思いますので、フォース1を使ったデッキを紹介していきたいなと思います。つまり、相手2点から2点2点で4点詰めれば勝ちとか、そういう感じのデッキになるかなと思います、でどう戦うかな、ネオネクタールって。イメージ的には序盤からトークンを出して点、2点ないし3点入れちゃえば俺はクリティカル3で一発でやっちゃおうみたいな感じでプレイしてましたね。そうなんですよね。やっぱり今回新しくね高校がクイックシールドとか得られるようになったんですけど、やっぱり結構先に攻めた方がお得なんですよね、ヴァンガードって。でこのネオネクタールアーシャのデッキの特徴は、先行でも後攻でも結構最初のアタックからガンガン攻められるよっていうのがいいところかなと思います。でじゃあグレード値何積んでるのっていう感じなんですけど、僕はこの辺ちょっと散らしてグレード値4種類ですね。ディアン、パドミニ、メイドムスリートベリー、ブローボールスクワイヤーって感じです。これ気になりますね、ブローボールスクワイヤー。ね、髪型やばいもんね。そこじゃないですけどねパドミニはみんな知ってるよね。ブラウンの互換カードというか、現在から登場したら、山形5ルックしてグレード3加えられるよってカード。これで基本的にラナンキュラスアーシャ探してください。なんで乗るのはこのパドミニとかディアンがおすすめ。でも実はメイド・オブ・スイートベリーも V 能力持ってるんで、この3種類だったら割とどれでもいいかなって感じですね。どれでもタフは取れそうですね。でもこっちの方がおすすめではある。この辺乗るじゃないですか。高校だったとしてね、この辺乗るじゃない。先行だったら別に乗って終わりでいいんですけど、先行だったらスイートベリーでもいいですよ、別に。全然先にトークン出しちゃっても。1枚出し終わり。
ね、パドミに出すじゃないですか、例えばね。でワンドローとクイックシールドを得られる。で、アーシャも探しに行ける。でこのね、ここにグローバルスクワイアが結構好きで、V ロとかに出してあげるんですよ。そしたらこう登場時プラントトークンがいなかったら2枚プラント出せるんですね。これノーコスなの。もう出るだけで。そう結構強くて、でこれで1万ラインが作れるわけ。もう2列作れましたからね、1枚で。で例えばあとメイデンのスイートで出して、ほらこれでもいい。もう3面もうこれで結構攻めますもんね。1万ライン1万4000で1万3000だから、3版作るよっていう感じ。基本的に3版作ることを目的にすればいい。例えば1万9000なんですか。でも上がりますね、こいつパドミに。上がる上がる、そうか。だからそしたらここ逆の方がいいのか。そうだね、これ1万9000になること考える、1万3000になること考えると1万3000の2万1000になるから、これで5000要求5000要求万要求とかでもいいし、ヴァンガードはノーガードをしてくれる。そうですね、だからここからアタックして、受けられたらそれでもいいし、受けられなかったらもう一回ここ叩いて最後万要求するとかでもいいし、とにかくなんか3列作るような感じにはなるのかなと思います。で別にここパドミニじゃなくてリアンとかだったとして、でグローバルスクワイア出して、でこのパドミニ前に出してあげたりしてもこれで13になるから1万3000、1万4000、1万でこんな感じで3班ラインを1ターン目から割としっかり作れるよっていうのが、高校の開始ですね。ああなるほど、先行とかだったら別に全然スイートベリーでも OK。スコア引かなかったら別にスイートベリーになってもいいんですけど、普通に高校でも5000置いて13で殴れたらそれはそれで俺はありかなとは思います。そうだから別にパドミニ真ん中出してこんなんでもいいし、その場合はこうなるんだけどとかでもいいし、とにかく1ターン目から高校を取った時は1ターン目からガンガン攻めていくよ。なるだけ盤面を埋めるようにして出して感じ。そうですね。で2ターン目の動きは結構面白くて、2ターン目だったら多分大体 CB1 はもらっておいていいんですよ。そうですね、トークン叩いては来ないですもんね、相手も前にトークンを出しておけば。てか先行だろうが高校だろうが、1点はさすがに顔に来る。でバンガードに来なかったら別にそれはそれで大丈夫で、例えば、で G2 何取ってるかっていうと、これがねちょっと変わってるカード取ってる、変わってはないのかな。ティンバー4、これアルボロスね。でアネルマが4、ケラーが3で、これ結構おしゃれ枠なんだけどメイドオブファインエール取ってます。でこのティンバーも結構みんな知ってると思うけど、V にいたら次出てくるプラントトークン1体だけ、1万になるよ。でリアに出した時はプラントトークン1枚出せるよっていう感じで、このアネルマは新カードなんですけど、登場時 CB1SB1 で1枚引いてプラントトークン1枚出せるよ。これ VCRC 効果なんでどっちでも大丈夫で、ケラこれも強い。カウンタープラス1でプラントトークン2体出せる。しかもこいつ起動なんで、もし次のターン生き残ってればまた出すこともできますもんね。出せる。でファインエールも強くて CB1 で地震退却することで山札を上から3枚見て2枚までリアガードにコールできる。もしかしたらここでこのグレさんとか出てくるかもしれない。そしたら相手もそれを放置できずにアタックしてくる。あと意外とね、なんかね、アーシャ1枚足りない3ターン目とかに使ってますから、2枚ぐらい取ってもいいかなっていう感じで、基本的にファインエール以外は何に V ライドしても強いんですよ。なんかどれもこれも動けそうですね。割とこのデッキの組み方として V 能力を多く取ってます。何に乗ってもいいように作ってる。でただ結構おすすめなのはこのティンバーかな。そうですね、今唯一 V で1万トークン生み出せる。そう、1万トークン実は結構強くて、例えばどっちのパターンでもいいんですけど、アンネルも出しました、シビアン入った。で、盤面からの状態から始まったとしても、これでワンドロー入って、さらに1枚プラントークン出せるじゃん。で、これ1万出るから、これで1万1万1万の3で作るわけ。だから最初のターンに出てたプラントークンとかいると、結構しっかりと5000とか、先手でも1枚展開なしでもここから始まる。さすがに1万3パンはさね強いよね。絶対守ってくれますもんね、1回は。で、例えばここでさっきのさ、先行だった場合はここでスイートベリー出しました、5000出した、1万から殴って次1万5000の1万8000とかもできるよね。なんで先行だった場合はこういう感じで構成をかけていく。で後手だった場合は、さっきの理論上ね、結構こんな風にカード並んでたりするんだよね。残ってたらそうですね。これだったら別に最悪そのまま叩いてもいいし、
そう、アタッカーがいなければこのまま1万ラインが作れちゃってるんで、そう結局相手もパー1万以上にはならないから、結局要求値は実は8000の時と変わらないで、こんなに1ターン目うまく展開できなかったとしても全然後手でもさっきみたいな動きができるんで、2ターン目はこのとにかくティンバーに乗ってアネルマと、ケラのパターンが強いんでね、このパターンを CB 値払ったらこんな感じで1万トークン出してあげて、で2体出るから5000トークン出してもいいし、俺よくやるのはね、これこそいけない、こうやってこうやったりとか、相手を見て、そうなんかパドミに1枚だけ出してこういうパターンで、そしたらここが1万のここが1万8000の2万みたいなのとか、できるだけ3回アタックを作れる盤面も作りながら戦うと1ターン目2ターン目から素早く仕掛けていく。でこれで相手の多分これ受けられないんだよね、相手は。そうです、守りますよね、次のが見えてるのであれば。なんでかっていうとアーシャが、1を取られるか2を取られるか分かんないんで、これで軽く受けちゃうと、じゃあ1取られたらめちゃめちゃガード値必要になってきて、一発重くなるから最初の方防いだ方が軽い。でも最初防ぎすぎるとギフト2取られて少ない手札がフォースで攻められるって可能性あるから、なんか結構相手は苦しむことになると思うんで、攻撃回数が多ければ多いほどいい。なんで後手だったら3回とか殴れるように、ちょっと目指しながら戦うといいんじゃないかなと思います。で、3ターン目もなんか全然1点だけ受けとけばそれでよくてそうです、CB 止められたとしてもあんま関係ないからね。で、なんか毎回リセットしてるけど、ラナキュラサーシャ乗ります。でギフトを取った1取りましょう。で、グレード3のターンまでに、できればやっておいた方がいいことは、このもう1枚アーシャ、花乙女でも夢紡ぐでもどっちでもいいから、これを用意しておいてあげることは結構大事。やっぱ1000 3だろうが5手3だろうがアーシャは3枚並べることに命をかけた方がいいんで、だから、1ターン目2ターン目3番することよりも実は、パドミにファインエール使いつつ、使ってちゃんとこのアーシャを3枚、3ターン目に並ぶように準備しておくことの方が大事かもしれない。で、例えばこれがちゃんといるんだったら盤面0からでもこれ CD 値払ってプラントロックが2枚出てくる、でパー1番上がる、2体、アーシャの効果でこれソルバスだけでいいから、アーシャの効果で2体退却させて反応性トークン出す。そしたらここ2万3000の3万3000の3万3000クリーンだから、もうこれで全然強いでしょ手札1枚だけ使ってるないV の考えても2枚しか使ってないから、相当強いよねっていう感じです。でこのデッキのここでのポイントは、今言った通り実は後列ってそんなに用意する必要なくて V ブーストしてあげたりとか、このアーシャをブーストしてあげることは意味あるっちゃあるんだよね。結構簡単にトークンとか出せるから、それをやる分にはいいんだけど、ガード値として取っておいても全然 OK、なんでかっていうと、アーシャの花妖精って例えばこれブーストしたとしても、ヴァンガードのルールって先にブーストのパワーが足されるのね、アタックするときでこれ足されました。でその後にこのアーシャの花妖精のブーストアタックした時の能力が誘発します。なるほど。それでアーシャの花妖精のアタックした時の能力が誘発して、足されたパワーの後にこのラナキュラサーシャのパワーをコピーするから、これなくていいんだよね。もったいないですもんね。そうブーストする意味ないから、これはブーストしなくていい。ここ2枚だけ最悪があれば OK だよっていう感じだね。で問題はこのじゃあラナキュラスの花音のアーシャ、リアガードのもう1枚のアーシャをどうやって探しに行くのっていうところが問題ですね。なんか俺結構やるのはこういう風に置いたりする。もうどうせブーストできないんで、この夢紡ぐはどうせパワー1万3000しかないから、だったらここに置いて守っておいた方がよくねとか、なるほど。なんかそういうプレイングもあるんだけど、とにかくこのもう1枚目のアーシャを探しに行くのをどうやって探すのっていうところで、さっき言ってたパドミニ、これ普通に山札5枚にしてグレード3加えられるから、オーソドックスにそうこれで持っていく。でもう一つは一応ワンドローっていうパターンもあるんだけど、経過の音のアネルマ、これは一応ワンドローできるから、これで1枚引いてもいいし、でもう1個の、一応保険として2枚積んでるのがさっき言ったメイド・オブ・ファインエル。これ CB 値払って地震退却させると3枚見て2枚までコールできるから、山札の上で3枚までにアーシャがいればそれで OK。結構この辺の5枚見れるカードとか3枚見れるカード大事なんで、この辺でしっかりと、アーシャを用意してあげれば、それで OK かなと思います。ファインエールを先に出してあげて3枚見て、なかったって言ったらパドミに出してもう一回5枚掘っても、そうそれでもいいし、あとファインエールで例えば、これ使う前にね、めっちゃ弱いカード2枚引いちゃったりしても結局アーシャの
効果のコストにできてこれ花寄せトークンにできるからまあ結構無駄はないかな。そうですね、どれもトークンも邪魔にならないですね、ならないから、結構ね、あと登場時能力も誘発するからこういうカードとか出てくるとさらに続くかなっていう。であともう一個気をつけたいのはアーシャの花寄せトークンは多分毎ターン倒されちゃうと思うんですね。退却させるか、まあ、普通にアタックされるかバイトされるか、まあなんでこのアーシャのソウルブラストの管理だけは結構ちゃんとしておかないとダメですよ。まあ例えばなんかソウルブラスト0でもう一回ターン返ってきた時に多分もう一回乗る瞬間とかあるんですね。そしたら全部 V に振ればフォース1だともう一回 V に振ると結構強いんだよね。ああ確かに、2だともう横に置くしかなくなっちゃいます、そう花妖精トークンじゃない方のところもパワー低いところに置かなきゃいけないからなんかあんまりその動きって強くなくて、で結構そのこのアーシャって2枚フォースされても全然強さ変わってくる。これもう3万3000 4万3000短期になるからそれ4万3000クリーンってやばくないだって。その後ツインドラが入るからさトリガーを全部真ん中に振っちゃっても問題ないっていうか、基本的にアーシャはトリガー全部曲がる。でフォースワンを使うために最初からしっかりとアタックを重ねていくことが、まあ、大事かなと思います。であとはねなんか結構ずらしのカードとしてはこのメイド・オブ・ストリート・ベリーが登場時プラントーク1体までコールできるんで序盤でも強いんだけどこれ後半でも実は結構強くてグレード3以上のヴァンガードがいるのがソウルチャージできるんですよ。だからこれでコストも確保できる。だからこれ1枚いるとこんな盤面からでもはい出しましたトークン出てきたソウルチャージ1しますで2体いるから2体退却させて話出せるみたいな感じのカードになってるんで相当ずらされますよね。それだけでこの子ねめっちゃ優秀でソウルチャージできないけど同じくコストなし系で出てくるティンバー、まあソウルチャージはできないけど1枚から2枚出てくるカードじゃんプラントークン出てくるからこれも結構強い。手札0枚でもトップでこれ引けば解決したりできるからコスト使わないしねという感じのデッキになってます。なんで、まあ、アーシャはもうめっちゃ簡単。1ターン目2ターン目から3本を目指します。基本的には夢紡ぐラナンキュラスアーシャになりたい。夢紡ぐラナンキュラスアーシャになったターンにもう1枚アーシャを絶対持っておく。この2つを守ってフォース1を取ればまあそれだけで結構な出力が安定して出すことができるので、まあ、すごくシンプルでアタックした時結構トッピーがどこに振るかなっていうの悩むんだけどそれも全部ヴァンガードでいいアーシャは。なのでまあ初心者でも結構使いやすいかなというデッキになってます。であと毎回その出すカードが変わるのねこれ。ああそうですね。そうだから結構飽きないんだよねやっててなんかグレード2もグレード1もどれもこれもなんか卓が取れててで結局いらなくなっちゃえばもう退却させてアーシャの花寄せのできてっていうような感じになってます。はいで一応デッキとしてはこんな感じです。トリガー配分がまあ結構人それぞれで、まあ、クリティカルをめっちゃ増やすっていうパターンもあるんだけど、まあ、俺はクリティカル増やすよりも、ドローを増やしていった方が最終的な勝ち筋は増えるかなと思ったので、なんでかっていうとクリティカル3って過剰じゃない？もう2でいいと思うんだよね。2点刻めることにも意味があるからちゃんとパワーを上げて耐えられるドローを取ってる。であんまりドロー増えると今度ガード値下がるからまあ2枚だけ取ってるような感じで。確かに相手も見えないトリガーは守ってきますもんね。もしかしたらクリティカル引くかもしれないってやつだったら守りますもんね。まあドロもしかしたら5でもいいかもしれない。まあその辺は結構好みかなと思います。クリティカルめっちゃ積んで走っていくアーシャみたいなのはまあよく見かけるというか噂に聞くので、まあそうじゃなくて堅実に戦うタイプのアーシャも、のデッキだとこんな感じですね。で実は今回のカードリストで球団のカードがまあトリガーとかは別としてこのアルボロスドラゴンティンバーですねまあ一応これもねトライアルに入ってるから1枚だけメディアムクロスムレインね、まあ、この辺があれば、まあ、ほぼ新カードだけでデッキも作れるんで、ぜひぜひ試してみてください。ただティンバーは結構役に立つんで持ってて損はなさそうですね。まあ使ってもらえると嬉しいなって感じですね。まあ、また好評だったらまあダイナとかね取ってもいいかなと思いますのでぜひぜひコメントとか書いてもらえればと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。